さあ、今回はですね、イエスが十字架で語った最後の言葉、これに隠された深い意味を探っていきましょう。多くの人が想像するような苦痛に満ちた叫びじゃなくて、実はこれ、静かな祈りだったんです。え、どうしてって思いますよね。父よ、私の霊をもてに委ねます。これが彼の最後の言葉だったわけです。でも、この極限の状況で発せられた一言には、一体どんな意味が込められていたんでしょうか。単なる諦めの言葉だったんでしょうか。その答えを知るには、まずこの言葉が発せられた時の、ちょっと普通じゃない、その場の状況を見ていく必要があるんです。まずはその背景から見ていきましょ資料を見てみるとですね、イエスが息を引き取るまでの数時間、世界はですね、文字通り、もう本当に異常な現象に見舞われていたということなんです。このタイムラインを見てみましょうか。なんと、正午、つまり真昼間から午後3時にかけて3時間もの間、全地が真っ暗闇に覆われたと記録されているんです。これって一体何を意味するんでしょうね。で、ここが面白いんですけど、これただの日食とかそういう自然現象じゃなかったみたいなんですね。資料によれば、これは神様による超自然的な、特別な印だったと、そう解釈されてるんです。聖書の文脈で言うとですね、この暗闇は裁きを象徴してるんです。でもここがすごく興味深いポイントなんですけど、その裁きっていうのは世界の人々じゃなくて、たった一人十字架の上のキリシタにだけ集中していたっていうんですね。この裁きっていう重い状況があったからこそ、イエスの最後の祈りに見られるある変化がもう信じられないくらい重要になってくるんです。それは何かというと、呼びかけ方の変化なんですね。神よから父よへ。ここにものすごく大きな意味が隠されてるんです。というのも、この少し前、彼は我が神我が神って叫んでるんですね。これは世界のすべての罪を一身に背負ったことで、聖なる神からいわば法的に引き離されてしまった、その一番深い孤独を表している言葉なんです。でも見てください。今彼の言葉は、父よっていうすごく親密で信頼に満ちた呼びかけに戻ってる。この呼び方の変化こそが、もう全てが終わったっていう合図だったわけです。つまりですね、このスライドがはっきりと示しているように、あの暗闇の裁きの時間は終わって、お父さんである神との温かい関係がもう一度回復した。これこそがあの言葉の変化が示していた大きな転換点だったんですね。じゃあ、なんでこれが敗北じゃなくて、むしろ積極的な委ねるっていう行為だって言えるんでしょうか。その鍵はですね、彼が選んだ委ねるっていうまさにその言葉の意味にあるんです。この委ねるっていう言葉、スライドにもありますけど、これってただ諦めるって意味じゃないんです。安全に保管してもらうために信頼して託すっていう深い信頼があってこその行動なんですね。だから絶望とは全く逆の言葉なんです。つまりですね、彼は死に任された犠牲者なんかじゃなかった。むしろ自分にとって一番大切なもの、つまり自分の霊を最も信頼するお父さんの手に自分の意志でしっかりと託していたということなんです。そう、この言葉からもはっきりわかりますよね。彼の死っていうのは計画が失敗したとかそういうことじゃ全くなくて、むしろ人類を救うっていう大きな使命の最後の仕上げだった。しかもそれは完全に彼自身のコントロールの下で行われた行為だったわけです。じゃあ、この十字架で起きたことって、今の時代を生きる僕たちに一体何を語りかけてるんでしょうか。資料では、これが単なる昔話じゃなくて、僕たちの生き方の一種のモデルでもあるって指摘してるんですね。この最後の祈りから僕たちは特に3つのすごく大事な教訓を学ぶことができるんです。それが信頼、恐れからの解放、そして完全に委ねること。この3つです。まず一つ目は、信頼して生きるということ。人生って予期せぬ困難とか、時にはもうとてつもない苦しみにぶつかることありますよね。でもそんな時でさえ、イエスがそうしたように、全ては神様の御手の中にあるんだって信じて、委ねて歩んでいくということです。そして2つ目、それは恐れずに死と向き合うこと。多くの人にとって死は終わりで、暗闇に落ちていくようなイメージかもしれません。でも信じる者にとってはそれは終わりじゃなくて、
お父さんである神様のもとへ帰るためのいわば意向なんだということなんですね。そして最後です。人生のすべてを完全に委ねること。自分の計画とか将来のことだけじゃなくて、人生のあらゆる部分をイエスがやったみたいに信頼して神様に明け渡していく。部分的な幸福じゃなくて、もう全部。それが求められてるんだ、と。さあ、ここまで見てきたことすべてを踏まえると、いよいよ聖金曜日の本当の笑みっていう最後にして最もパワフルな考え方にたどり着きます。考えてみれば不思議ですよね。あれほど残酷なことが起きた日なのに、なんで良い金曜日、グッドフライデーって呼ばれてるんでしょうか。それってイエス本人にとってはもちろん最悪の日でした。でも彼の苦しみと死が僕たち人類にとってのある美しい交換を可能にしたからなんですね。じゃあ、十字架の上で一体何と何が交換されたのか。資料が示しているのはこういうことです。キリストは僕たちが神様に近づけるように、僕たちの代わりに神様からの裁きを全部引き受けてくれた。そして僕たちが神様との温かい交わりを経験できるように、自らあの深い孤独を味わってくれた。この僕たちのための美しい交換、これこそが聖金曜日の中心にあるメッセージであり、僕たちが深く深く心に留めるべきことなんですね。